はい、皆さんこんにちは、161P です。今日からね、ガチでマジですぐに曲が作れるようになる究極の裏技めっちゃイントネーションおかしいといったテーマで解説をしていきたいと思います。ちょっとタイトルと違うかもしれませんが、そんな感じの動画です。で、なんでこんな動画撮ろうかと思ったかっていうと、服作りを始めたいと思った人の中で、そういった人向けになんか必要な機材とか必要なソフトとかそういったものを解説している動画、僕も上げてるんですけれども、動画とかブログとか記事とかそういうのはたくさんあるなって思ったんですけれども、じゃあそれを揃えて具体的にどういった方法で曲作りをしていけばいいのかっていったところを解説している動画とかブログ記事ってあんまりないなと思いまして、今日こういった動画作ろうと思いました。マジでね、今日から本当に作れるようになるので、この動画見終わったすぐにあなたはもう作曲家として活動できるぐらいすぐにできるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。では早速いきましょう。じゃあね、早速解説していくんですけれども、とはいえいきなり作れるようには基礎を知らずにいきなり作れるようになるっていうのは難しいので、ちょっとね簡単に音楽の基礎知識を皆さんに共有したいと思います。音楽にはスケールっていう概念があります。皆さんが知ってるですね、ドレミファソラシドのことです。これを、音楽業界では C メジャースケールって呼んだりします。これなんで C っていうかっていうと、ドレミファソラシドって実はイタリア語なんですよ。イタリア語ではドレミファソラシドのことをドレミファソラシドって言うんですけれども、英語ではこれをですね C、D、E、F、G、A、B って言うんですよね。余談なんですけれども、日本語ではあれですね、ハニホヘとイロハ、イロハニホヘトって聞いたことあると思うんですけれども、それを、ハニホヘとイロハっていうのがドレミファソラシドっていう意味です。で、ちょっとなんで音楽業界イタリア語使ったり日本語使ったり英語使ったりするのかっていう理由についてはよくわかりません。ただC メジャースケールと呼びます。これも余談なんですけれども、 C から始まるドレミファソラシド、つまりドから始まるドレミファソラシドは C メジャースケールと言いますよね。解説しました。でも実はですね、ドレミファソラシドってこのドから始めなくてもいろんなところでドレミファソラシドって弾けるんですよ。例えば F から、ファから弾くこともできます。これいろんなところから弾けるんですけれども、これがいわゆる転調って呼ばれるものですね。例えば歌ってる時とかにここから始まる、ドレミファソラシド歌いにくいなって感じる方いらっしゃいます。ただその人は F から始めたら歌いやすいよっていう人いますよね。音の並びはそのままで、最初の音を始める位置を変えることを、転調と言います。で F からこれ始まったドレミファソラシドなので、これは F メジャースケールって呼びます。 G から始まったドレミファソラシドのことを G メジャースケールと言います。はい、これを押さえればもう基本的にもう曲作りができるようになったのも同然です。 F から始めたりとか G とか始めたりするとちょっと分かりにくいと思うので、今日はスタンダードにドから始めた場合で曲作りをしていこうかなというふうに思います。で、ここからめちゃめちゃ重要なこと言います。日本の曲って、世界の曲も多分同じだと思うんですけれども、大体のコード進行っていうのが決まってるんですね。で J-POP でよくあるコード進行は4536っていったコード進行を使われております。どういうことかというと、4番目と5番目と3番目と6番目のことを順番に進めていくコード進行のことを4536っていうんですけれども、日本の J-POP の多くの曲ではこの4536進行っていうのが多く使われております。具体的には F、G、E、A というふうになっております。これをコード進行に直すと F メジャー、G メジャー、E マイナー、A マイナーと呼びます。このドレミファソラシドの中で、C と F と G、つまり1番目と4番目と5番目はメジャーコードっていって明るいコードなんですけれども、それ以外はマイナーコードっていうコードになりますので、これも合わせて覚えてください。これは順番が変わっても一緒です。 F メジャーになっても G メジャーになっても1番目と4番目と5番目の音だけが明るいコードでメジャーコードで、それ以外はマイナーコードになるというふうに覚えてください。 J-POP の多くは4536進行を使われているんですけれども、これ実際に聴いていただいた方が分かると思いますので、実際に弾いていきます。例えば
ろんな曲が弾けるようになります。ちょっと知ってる曲知らなかった曲あると思うんですけれども、大体こんな感じでいろんな曲でもうこれ以上に多くの曲で使われていたりします。要は多くの曲でこれを使われてて、それもパプリカとか、恋とかさっきのメランコリックとかで大ヒットしてますよね。ということはこのコード進行を使えばヒットする可能性が高いっていうことでもあります。ちょっと謎理論なんですけれども、なので初心者の人はいろいろなんかコード進行の本とか作曲のためのいろんな知識をつけるための本とかいろいろ買うと思うんですけれども、確かにそれを覚えることは全然悪いことじゃないです。ただいつまでもインプットだけしている、頭の中でそういうなんとかメジャースケールがあってダイアトニックコードがあってトニックコードなんとかサブドミナントとかいろいろ覚えるよりは実際にやってみた方が早い。知識はやっているとだんだんその本に書いてある意味とかが分かるようになるので、まずはやってみることが大事です。なので皆さんぜひ一緒にやってみましょう。で、要は4536を使えばもう簡単に曲できるんですよ。ここの型だけ決まっていれば、あとは右手が適当に弾くだけでメロディーが完成しますというか曲が完成します。いきますよ。ね、こんな感じで4536だけ続けていては正直曲としてはこうマンネリ化するんですよ。例えばずっと続きますよね。これでも正直いいっちゃいいんですけれども、正直つまんないので最後の決めのところだけは C メジャースケールで始まったらドの音で終わってください。ドから始まる曲はドで終わると人間終わったって感じるんですよね。実際にやってみましょうか。ね、なんか終わったって感じしますよね。なのでこれは結構ポイントだったりします。で、ドで終わりたい時はドで終わる1個前の音が G5 番目の音だったら、これも人間は感情的にこれ終わりそうっていう感覚に陥るので G を使ってあげた後にドを使うとなんか気持ちよく終わったみたいな感じになります。理由はよくわかります。でもっと言うとソの前の音はレだったら、これもなんか終わりそうだな、なんか収束しそうな感じっていうイメージを人間は抱くそうです。やってみましょうか。なんか終わりそうですよね。で G が来たから次ドで終わるんですよ。終わったって感じですよね。ここまで覚えたら、あとはアレンジを加えたいとかいう人がいたら左手のリズムとか右手のリズムとかを変えてあげるだけで一気に曲っぽくなります。やってみましょうか。マジでこれ今から適当に作るのでなんか失敗すると思うんですけれども、そこはご容赦ください。いきましょう。こういう風に適当にリズムを変えたりとか速度を変えたりテンポですね、テンポを変えたりするとアレンジの幅が広がりますので、ぜひやってみてください。じゃあ適当に今から曲作っていって、あとはそれにドラムとかベースとかを重ねていけば一気に曲っぽくなりますので、そこまで皆さん一緒にやってみましょう。一緒にというかこれを終わった後にねやってみましょう。じゃあ適当に作っていきます。フレーズ適当でいいです。本当にちょっと適当に作ります。
できたら、あとはもうドラムとかベースとかを入れるだけですっごく曲っぽくなります。あとはこういう最後の決めのところとかになんかシンバルとか入れたらいい感じです。フィルインとかね、ここで。はい、こんな感じで。で打ち込んだらドラムってこの辺とか3本4本か4本打てないとダメなので、この辺とかは省くようにしましょう。こんな感じで大丈夫です。ちょっと本当はねもうちょっと丁寧にやるんですけれども、今回ちょっと初心者向けなのであんまり難しいことはやらずにですねやっていきたいと思います。であとはこれにベースを入れていきます。ベース今回紹介するのはモドベー間違えたモドベースって言った、これもなんか高かった記憶があるんですけれども、多分5万3万7万100万ぐらいしたやつです。でこれ本当に何でもいいんですけど、ベースはね慣れないうちはオクターブって言ってこれで大丈夫です。これするだけでもねグッと曲っぽくなりますのでやってみましょう。はい、いかがでしょうか。結構いい感じじゃないんですか。いい感じじゃないんですかってどういうことだ。いい感じですよね。こんな感じで曲作り進めていったら大丈夫です。でなんか曲作りとかってなんかこのずっと4536を続けるとマンネリ化してくるじゃないですか。たださっきみたいにリズムを変えたりとかテンポを変えたりすることによって全く同じ進行でももう1曲として1つの楽曲として成り立つことも全然あるので、ぜひやってみてください。君のドルチェハンドがバナのその香水のせいだよ。あれもよく聞くとですね、もうほとんど同じコード進行で出来上がってますので、ああいった同じコード進行をずっと続けたとしても、ああいう名曲とか素晴らしい曲が生まれたりするので、同じコード進行を続けるのは悪いことじゃないっていうことだけ覚えておいてください。実際ね僕の曲で「夢物語」っていう曲があるんですけれども、そちらの楽曲もずっと4536進行で曲が進んでいってるので、本当かよって思う人はぜひ見てみてください。こんな感じです。あとはドラムもそれに合わせてこんな感じで、ベースもずっとオクターブでも正直でいいです。でこんな感じではい、こんな感じで簡単に曲が作れてしまうので、この4536進行初心者の方とか中級者の方でも、中級者の方知ってるか、初心者の方とかはぜひこういったコード進行を使って、自分の曲作りに取り入れてみてください。
なんか質問とかこれやってほしいとかあれやってほしいとかそれしてほしくないとかがあればぜひコメント欄にどしどし書いてください。この動画は以上となりますが、僕のチャンネルではこういった楽曲系の動画とか、僕ガジェットが好きなので iPad とかなんか周辺機器とかスマホとかアクセサリーとかオーディオインターフェースとかそういったガジェット系とかの動画も上げているので、この動画が参考になったよとかこのチャンネル面白そうって思っていただけた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ブログとかも Twitter とかでも発信してたりするので気になる方、もっと情報を知りたいという方はそちらもチェックしてみてください。それではさようなら。間違えた。